この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。プロだったら1ミリも知らない原神のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説セカンドということで、大人気オンライン RPG 原神のキャラをいくつかのヒントだけをもとにデザインを当てていくっていうミリシラチャレンジなんですが、前回やったところすごく好評をいただきまして、なんと約1週間で100万再生を突破しました。これは斉藤直樹チャンネルが始まって以来の出来事なので、とても嬉しいです。そして多くの方にぜひ2回目もやってほしいという声を多数いただきましたので、今回もリスナーさんのヒントをもとにキャラクターデザインを当てに行ってみたいと思います。いやー、チャレンジするキャラクター3人選んだんですが、今回はねちょっと正直言ってヒント少なめです。なのでいつにも増してちょっとハラハラしております。それと前回に引き続きヒントはなし、ボイスだけを頼りに当てていくキャラも1人選びました。これもねめちゃくちゃドキドキしますね。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。最初の1人目はこちらのキャラです。いやー、書き始めって一番緊張するんですよね。書くか。さて、最初のキャラクターは、趙雲というキャラです。いただいたヒントはこちら。妖魔退治をする一族で、苦労人、外羽気味の水色の髪、氷の体験キャラで、中国っぽい服装、純陽の体という体質を抑えるため、アイスを常に食べている。ということなんですけどね、まずね、キャラクターを作っていくときに一番大事なのは、大枠の部分。そのキャラクターを遠目で見たときにどんな感じの人なのかっていうのを、まず捉える必要があります。身長が小さいのか大きいのか、あとは年齢感も重要な部分ですが、パッと見ですね、ヒントにそういう情報がないんですよね。いやでも僕の目はごまかされませんよ。よーくヒントを見てみると、苦労人、そして体験キャラっていうのがありますね。ここから察するにおそらく高確率で、趙雲くんは結構年齢高めで、しかもがっしりとした体つきだと思うんですね。ただね、苦労人とわざわざ書いてあるところを見ると、多分ですね、趙雲くん黒疲れでなんかこうダラッとしたラフな感じのイケオジなんじゃないかと思うんですよね。そうですね、近いキャラで言うとエヴァンゲリオンの梶良治、あんな感じで武将髭とかを生やしつつ気だるげにアイスをかじっているような、そんなイメージだと思うんですよね。いやー、なんかごめんなさい、結構今日調子いいんじゃないですかね。なんか普通に当てちゃいそうだな。いや、こんな初っ端から当てちゃったら逆にちょっと感じ悪いと思っちゃうんですけど、すいません、僕一応プロなんで容赦なくここは当てにいっちゃいます。表情の細部をさらに書き込んでいって、妖魔退治で苦労してきた感をさらに強調していきます。いいですね、いいですね。いや、なんかめっちゃ趙雲っていう顔になってきた感じしますよね。ここから色を塗っていきます。色についてはこのキャラはそんなに迷う要素はないですね。まずヒントに外羽気味の水色の髪っていうのがあるのと、あとね、大事なのはこのキャラクター全体的に白っぽいキャラなのか黒っぽいキャラなのかっていうことなんですが、これはね黒っぽいに決まってるんですよ。これなんでかっていうと、苦労人で気だるげな雰囲気をまとっているキャラなのに加えて、妖魔退治ってね、なんとなく闇感ある一族でしょ。この辺から察するにキャラクター全体で見た時に黒っぽい印象のキャラなんだろうなっていうことは、まあ容易に想像がつくんですね。あと大事な要素としては、純陽の体っていう体質を抑えるためにってあります。ちょっと正確な意味はわからないにしても、多分これはですね、一言で言うと暑がりってことだと思うので、服装も割とこう涼しげというか、肩をガバッと開けたり、あとはダボッと大きめで風通しがいいガウチョパンツみたいなものを履いているんじゃないかと思いますね。で、全体的に青基調のキャラクターだと思うんですが、青が1種類だけだと少し単調な感じになってしまいそうなので、同じ青でもコバルトブルーっぽい青とエメラルドブルーっぽい青の2種類を使い分けて、色味が単調にならないように気をつけつつ、ところどころに入っている金の装飾、これは青の補色なので、より青を鮮やかに引き立ててくれる役割を果たしてくれます。いい感じですね。さて仕上げの作業です。全体的に陰影をつけていき、
キャラクターの存在感をアップさせていく段階ですね。考えてみれば趙雲くん、漢字を見ると重たいに雲って書きますから、これもねヒントになってますよね。重たい雲、要約すると水分を含んだ重たい雨雲のことですから、どんよりとした彼の気だるげな雰囲気にぴったりの名前だと思います。ただね、なぜそんなダウナーな感じになってしまったのかといったら、それは裏を返せば彼の情熱だったり、本来は前向きな性格を持っていたんだけど、あえてそうしなきゃいけないのっぴきならない理由があって、今現在の彼の姿があると思うんですよ。元々の性格はむしろ前向きで実直な彼なので、実は今も人知れず筋力トレーニングだけは欠かさない。だからこんな大きな体型を軽々と振り回せますし、体もシュッと引き締まっているわけですなんてね、そんな想像をしながら筋肉の隆起を塗っていきますね。そして最後に背景に氷のオブジェクトと体にまとう冷気のエフェクトを追加していったら、はい、斉藤直樹予想、原神の趙雲はこんな感じです。いやー、この瞬間毎回ドキドキするんですけど、いやこれはねでも結構自信ありますよ。じゃあ見ていきましょう。正解の趙雲のデザインはこちらです。ドドン。いや待って、待ってくれ。いやおかしくない？ショタじゃん。苦労してなさそうじゃないこの人ごめんなさい。いやなんか僕ちょっと出だしから間違ってましたね。全然カジさんっぽさとは真逆のキャラでした。しかも全体的に白っぽいキャラだしね。黒っぽいに決まってるんですよ。すべて逆張りしてしまった。いやーでも正解を見てみるとめちゃくちゃ可愛いデザインですね。僕が好きなのはこのフードですね。なんか全体的に中国の伝統衣装っぽいデザインなのに、ここにフードを取り入れることによって少し現代のストリートファッションっぽいニュアンスも含ませることができていて、そこがすごく可愛い少年感につながっているような気がします。やられた。ちょっとねここから挽回していきたいと思いますので、気を取り直して次に行ってみましょう。次はフィッシュルというキャラですね。フィッシュル。僕ね、ちょっと前回で学んだことがあって、前回のタルタリアもそうだったんですが、横文字のキャラはおそらく西洋の国がモデルになってるんですよ。だからデザインは中国っぽくはないんじゃないかと思ってますね。この時点で。ヒントは、自称断罪の工女。雷元素で金髪のツーサイドアップ。弓使いでカラスを連れている。ということで、まずね、大枠を決めていくんですが、雷属性。そして弓使いっていう部分から割と身軽そうなイメージですね。なので体型的には細身の女性だと思います。で、年齢なんですが、これはちょっと迷いどころ。一見ね、かなり幼いキャラのような感じもするんですが、ちょっとこれ思うところがあって、少し年齢感を上げて14歳から16歳ぐらいにしたいと思います。これはね、後で理由を言います。あとヒントになりそうなのは、これめっちゃヒント。自称断罪の工女っていう部分ですね。これね分かっちゃった。いや、ポイントなのは、二つ名を自称しているってことなんですよ。私の名はフィッシュル。人呼んで断罪の工女。愚民ども、私の前にひれ伏すがいい。ってな感じなわけじゃないですか。っていうことは、あれだ。中二病キャラだ、これ。しかも、金髪のツーサイドアップですよね。これね、完全に中二病です。絶対そう。いや、もうそれが分かったらね、もう一個確実に言えることがあるんですよ。断言しましょう。フィッシュルちゃんは、確実に眼帯をしております。いやもうこれは言い切っちゃっていいでしょ。もう絶対してる。さあ、ここから色を塗っていきます。色のヒントとしては、金髪のツーサイドアップ、そして雷属性っていうところから、まず確実に黄色が入っているのと、あとね、見落としちゃいけないのが、中二病っていう要素です。中二病っていうことは、これどういうことかというと、要するに全身真っ黒ってことなので、いや、確かにね、さっきは間違ってましたよ。さっきは間違っていたけど、今回は絶対合ってるはず。しかも髪色が黄色っていうことはデザインとしては黄色の補色が入っているはずなので、全身が黒っぽい紫で統一されていて、その補色として入っている髪の毛の黄色が鮮やかに映えるようなデザインだと思います。でね、さっきなんで年齢間を14歳から16歳ぐらいにしようと思ったかというと、金髪のツーサイドアップ、なおかつ眼帯キャラっていうことは、おそらくこのキャラ元になったのが四季並飛
カ・ラングレーなんですよ。そこに微妙に被せてきて、アスカ好きのファンたちの心を根こそぎ奪っていこうっていう魂胆なので、多分ね、アスカと年齢感を合わせてくるはずだと僕は思うんですね。それと、断罪の公女ってことなので、高貴なドレスをまといつつも、おそらく自分で断罪、罪を裁く役割を担っているわけなので、ところどころ重厚な鎧とか、あとは裁いた後に罪を償わせるために拘束することも考えられるので、敵を拘束するためのチェーンのようなパーツもどこかに入っている可能性が高いと思います。こんな感じ。さあ、最後の仕上げしていきましょう。全体の陰影を整えていって、金属パーツの硬さとドレスの柔らかさのコントラストをつけていこうと思います。でね、ここでちょっと気になるのがカラスの存在なんですよね。ヒントにカラスってあるから、素人さんはついついこのヒントに飛びついて素直にね、カラス描いちゃうと思うんですよ。でもね、僕ちょっと気づいちゃいました。このカラスはですね、実は罠です。ここにカラス描いちゃいけません。描くと間違いになっちゃうから。いや、っていうのは、この子弓使いなんですよ。その弓使い終わったらどうします？持ち運ぶと思います？だってこの子、自称公女なんですよね。自分で使い終わった弓、持ち運びますかね？答えはノーです。じゃあその弓、どうするのかっていうと、弓はね、もう自分で移動してくれる。そして必要な時に彼女の手の中で弓に変形すればいいわけじゃないですか。だからね、実はこの弓の正体がカラスです。間違いございません。いや、今絶対原神知ってる人びっくりしたんじゃないですか？これ当てられると思ってなかったでしょ？いや、もうね、分かっちゃうんだもん。だから今画面上に弓があるっていうことは、ここに同時にカラス描いちゃうと間違いになっちゃうと思うので、今回はね、あえてカラス描きません。はい、最後の仕上げ、全体的にディティールを詰めていって、背景に雷エフェクトをバチバチバチっと描いていったら、はい、斉藤直樹予想、原神のフィッシュルちゃんはこんなデザインです。さあ、今度こそ近いとこ行ったんじゃないですかね。答え合わせしていきましょう。本物のフィッシュルちゃんはこちらです。ドドン！おーこれは結構近いんじゃないですか？近いですよね。でもなんだろう。もう少し全体的に柔らかめな印象というか、鎧とか全体的にそんなにゴテゴテしてない感じですね。チェーンとかも特に入ってなくて、全体的にスッキリとした可愛い感じのデザイン。可愛いっていうかちょっとエッチな感じのデザインですね。なんだろうこの感じ。いや、好き！めっちゃ可愛い。あとね、見て、眼帯。これ当てたのすごいでしょ。ただね、アスカと違って強気な女の子っていうイメージはなかったですね。僕のデザインは結構その部分を強調しちゃったので、なんならね、ギザバとかにしちゃったんですが、本物はもっと素直に可愛いキャラクターでした。あと、カラスは普通にいましたね。ごめんなさい。さあ、最後行ってみましょう。最後のキャラクターはこのキャラです。最後はショーというキャラクターですね。こちらのキャラについては声だけでデザインを当てていきたいと思います。前回ね、イラストレーターの牛さんが何人かのボイスを送ってくれたんですが、ショーもその中にいたので、それを聞いていきます。方南、俗南、下南、水南、羅刹南、抱きにき南、毒薬難の際は我が名を呼びたまえ。三眼五剣千人将、召喚に応じ参上。こんな風に暇を持て余すことになるとは笑えるな。荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。我は人間ではない。人間の感情はあまり理解できない。誰だ？我が立ったまま寝てたとは。仙人を愚弄するか。殺戮は我の専門分野だ。お前が殺せないとき我を呼ぶといい。めちゃくちゃイケボで、普通にイケメンっぽそうだなって思いがちなんですが、聞き逃しちゃいけないのが、結構この人、物騒なこと言ってるんですよね。お前が殺せないとき、我を呼ぶがいいとか、あとは我を傷つけられると思うなっていうところとかね、そういうところから察するに、一言で言うとこの人は、闘神。おそらく戦いの神だと思うので、めちゃくちゃ強キャラですね。他のゲームで例えるとすると、ストリートファイターの豪気なんですが、声がね、超絶イケボなので、ただの豪気じゃなくて、イケメンの豪気だと思います。なので、体型は一見すごく小柄なんだけど、よく見てみるとすごく引き締まっていて、全体的に鋭い感じのデザインなんじゃないかと思いますね。で、髪型は前髪を下ろさずに、オールバックにしておでこをガバッと見せていると予想します。これ、おでこを前髪で隠すっていうのは、要するに何か隠し事をしているっていうか、自分自身を偽ることの象徴
トなんですが、仙人とか神はね、そもそもそんな必要がないので、おでこは大胆に見せているはずだと思うんですよ。で、その額か顔のどこかに、おそらく人間とは違うよっていう意味の文様というかタトゥーのようなものが入っている可能性が高いと思います。まあ、ポピュラーなのが、おでこにワンポイントポチッと墨を入れるとか、あとは目の下の墨とかでしょうかね。はい、ここから色ですね。色がね、声を頼りにする場合には非常に難しいポイントなんですが、少なくとも赤は絶対に入っていると思うんですよ。やっぱ戦いの色って赤なので、赤を象徴的に使いたいです。ただですね、赤ってダサいかクールかで言ったらダサい寄りの色なんですよね。で、翔くんは多分声質から言ってめっちゃイケメンでクールなキャラだと思うんですよ。ということは赤は入っているけど赤が中心じゃない配色っていうことは、赤が差し色で赤の補色である緑が全体を多く占めているイメージカラーだと予想しました。なのでね、髪色は全体的に鮮やかな緑にして、で赤色のメッシュが所々に入っているような、そんな配色なんじゃないかと思います。赤と緑のぶつかり合いって結構攻撃的なニュアンスを含みますから、翔くんのキャラクター性にも合った配色だと思いますね。で、全体的にシュッとしているんだけど頭身ってことなので、これは外せません。でかい数珠ですね。これね、頭身はみんなつけてるって相場が決まってるんですよ。さっき言った豪気もつけてますし、鬼滅の刃の姫島行明もつけてますしね。なので例外なく翔くんもでかい術はつけていると思いますね。さあ、最後の仕上げです。全体的に陰影を追加していくと、さらに引き締まったイメージになっていきますので、翔くんのシュッとした小柄なんだけど筋肉質なイメージが徐々に引き立っていくんじゃないかと思います。ほら見てください。どんどんね、ショーって感じがしてきましたよね。めっちゃショーっぽいでしょ。腕や足に巻いた金属パーツを反射を描くことによって、より金属質に硬さを増していき、強さを強調していきます。あとは顔の部分が少し弱かったので、もう少しくっきりと目鼻立ちを整え、イケメンでありつつも超然とした揺るぎない心を表現していきます。このように目の横に赤いメイクをしてあげても髪っぽいニュアンスが増しますね。そして最後に背景に蹴りの軌道を表したような力強い筆文字エフェクトを追加していったら、はい、斉藤直樹予想、原神の翔くんはこんな感じです。いやー、どうだろう。ちょっと的外れだったら恥ずかしいんですが、見てみましょう。よし、本物の翔くんはこちらです。ドドン。おい、ちょっと待って。思いのほか近くないですか？いや、なんか、予想に反して赤色はそんなに入ってないんですけど、でもさ、赤が差し色で緑がベースってところを声だけから察したのすごくないですか？あと、ここ見て。おでこ完全一致。でも、ちょっとね、これは浅はかでした。僕ね、まだちょっと人間描いちゃってましたね。っていうのは、僕が描いた翔くん、筋肉質でしょ？仙人は筋肉いらないんだわ。いや、もう、筋肉に頼るなんてめめしいんですよ。そんなのは極めて人間的な考え方。神はね、もう筋肉すら超越しているので、もうそんなもの必要ないんだわ。あとね、もう原神のキャラ全てに言えることなんですが、とにかく装飾の一つ一つがイケてるんですよね。首周りとかベルトとか、あとは槍についている金属パーツ、この一つ一つがとにかくかっこいい。いやー、これはね、もう本当に勉強になりました。また要望が多ければミリシラチャレンジやってみたいと思いますので、いいねボタン、そして皆様からのコメントお待ちしております。そして最後にお知らせがあります。斉藤直樹チャンネル、本日でなんと2周年になりました。そこで2周年を記念して、こちら、けいちゃん、なぎさちゃん、田中ちゃんの LINE スタンプ。こちら本日より配信が開始となっております。見て、めちゃくちゃ可愛くないですか？一つ一つのフレーズに対して、けいちゃん、なぎさちゃん、田中ちゃんでニュアンスが微妙に違いますので、その時の気持ちによってね、スタンプを3種類使い分けられるっていう気の利いたデザインになっております。全40種類のスタンプで販売価格120円となっております。実はね、こっそりと僕のスタンプも4種類だけ紛れ込んでるっていう、概要欄に販売ページへの URL を載せておきましたので、ぜひぜひオリジナルスタンプ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。